書の業務にこの作業が含まれていないことは存じていますが、お仕事を始める前には、机をきれいにするのが習慣なのです。書籍やノートを整頓しておけば、心の内の偏った考えや雑念も消えていきます。ドクター様、貴殿も試してみますか？大丈夫ですよ。私がお助けしますから。まずは、この小山のごとく積まれたファイルから始めましょうか。どうして10いくつものインクを机に置いているかと。もしや、ドクター様もインクにご興味がおありで？もちろんお使いいただけますよ。固定杯は厳かで重厚。長石杯は古くて素朴。ボウン杯は清雅な趣があります。貴殿はどれがお好みですか？どれも同じに見える。なるほど。では、あちらに広報支援部からいただいたインクがありますので、ドクター様はあれをお使いになってくださいな。バイザオのお彩は洗練された美味を尊ぶもの。寝傘を崇拝するものではありません。一杯の風流感に用いられる霊紙は、育つまでに3年を要します。茶漬け飯を作るにも、前もって茶葉の茎を取り除いて洗浄すれば、口に入れた際に格別さやかな滋味となります。宝剣いずれになるかは人次第。そこに求められるのは、心遣いだけです。急達に揺らすことはない。これこそが、バイザオの気風です。ブレイズが私のことを、古本屋だと話したのですか？散逸させるのが惜しい資料を集めているだけですのに。用言や詩歌、ひいては帳簿ですら、一行一行に密字を秘めているものなのですよ。あら？今、何をお隠しになったのかしら？心配なさらずとも、私は勝手に漁ったりいたしませんよ。それで、何をお隠しになったの？初めて上役の方と言い争ったのは、かの方に、風刺の効いた詩を、なるべく角が立たないように解釈しろと求められた時でした。角が立たないようにするために、どれほどの物事の本質が曲げられ、意味が変わり、またどれほどの人が、史跡に記されて叱るべき物事とは、もとより、耳障りがいいものばかりであってはならないのです。燕国の者は静止に名を残すという言葉を好み、訓行やら文章やらと何かと後世に残すことを良しとしがちです。ですが、父様はどう考えていたのでしょうか？悔いたことはあるのでしょうか？私にはわかりません。どうしてちっぽけな人間になるのでしょうか？父様のような方は、書籍の行間にある空白ではなく、司書のページそのものなのです。もうお腹いっぱいですか？いけません。獣肉のロービンは漢方では熱に分類される品ですから、できれば、純粋梅宝缶を一杯召し上がった方が、この季節ですから、シンファー数も外せません。本日の旅行記には、友と共に春を踏み、食事に興じながら教科をめで、儒家に酔う、と書きましょう。私とブレイズの関係は、おっしゃるほど良いものではありませんよ。私に対しては、ドクター様を相手にした時のように素直ではないのです。彼女には、頭を下げました。本来であれば、穏やかな暮らしを送ることができたのですから。返答？人の額を指で弾く時の力加減と言ったら、優に半日は気を失うくらいでしたよ。だからこそ、私は彼女との付き合いを続ける勇気が持てたのです。おじい様は、直で生花の栽培を行うのを最も好んでおられました。けれど、家にある2本の柿の木になる実は、いつもそれほど甘くないので干し柿にするしかありません。果実を洗って天日に干した後、雪のような粉糖をまぶすのです。渋みを覆う甘みが舌を欺くほどになれば、食せます。
ね。良い雪ですね。ええ。このようにお互いへ干渉せずに、静かに仕事をいたしましょう。2時間後に、共に休憩に行って、温かいものでも取りましょうね。私をご存知なのですか？もしブレイズから何か聞いたのであれば、どうか信じないでくださいませ。あの子は私が民謡歌手であるなどと言いふらしたこともあるのです。私はバイザオから参りました歴史研究者です。もし面白い用言を耳にすることがあれば、いつでも話してくださいましね。大変結構な学習内容ですね。勉強になります。私がこのメダルを手にしているのはつまり、戦場では死傷者だけでなく、時に咲き誇った春告げの花も記録に値するものだと、貴殿も同意してくださったということですね。私は、民間の歴史は民草の一行一行の詩、一句一句の歌によって作り上げられている、という表現がとても素敵だと思っています。自分もまた世の一行の詩歌であることを思うと、なんとも嬉しくなるのです。実地考察？願ってもな。安全に注意を払って参ります。皆様、どうぞご存分に力を振るってください。私も筆を振るってそれを見届けます。せっかく現地へ素材の収集に赴けるのです。何か注意すべきことはありますか？家中に氷を語るべからず、皆様に話が通じるはずもありませんね。ええ、参ります。この先は険しい道です。どうかお気をつけて。状況は一目瞭然ですね。書き留めねばならぬことが多くあります。筆行閉じず。落子飛ぶがごとし。三尺の美名。不行恥じるなし。山水の一定。風雪の一行。公園。この声なし。ミーファータンを一口召し上がって、今少し踏ん張りましょう。これでやっと息をつくことができますね。ドクター様、お仕事が終わったら、何か食事をしに参りませんか？お待ちを。終わったらと申し上げたでしょ？屋台は逃げませんからね。貴殿の先ほどの式ですが、どのように称賛すべきか考えさせてくださいまし。そうだ。貴殿のお話がない貴人の異文録は、きっと何とも魅力の失せたものなのでしょうね。逃げ出した者の外見の特徴は、司祭に記録いたしました。ドクター様は、今すぐあれらを処理されますか？それとも、少しお休みになってからにしますか？貴殿には、剣道将来を胸とする民間の孤児による励ましは不要かと存じますが。どうぞ。これこそがドクター様に今必要なものです。甘酸っぱいでしょ？気持ちは楽になりましたか？もし、ここから資料室へはどのようにしていけば？休憩エリアにはないのですか。では、図書館へはどうです？まあ、冗談は笑える程度になさってくださいね。お口ピカピカお嬢ちゃん。2両ばかりのお肉をかすめ取り、たっぷり挟んだすびん、たっぷり浴びた香ばしさ、もう入らないよ、はち切れそう。アークナイツ、食事はお済みですか？ドクター様。ドクター様！私としたことが、うっかり備忘録をあの面会に忘れてきてしまいました。もしよろしければ、私と共にいらしてください。どうして一緒に行く必要があるのか、質問はなしです。とにかく、申し訳ありません。貴殿をあちらにお連れして、不意打ちでお誕生日のお祝いをして、麺をご馳走したかっただけなのです。やはり、嘘が嫌いな人間は、上手に嘘はつけませんね。ドクター様、我々の研究員には、記念日に書籍を送り合う慣習がございます。私、ドクター様に何を送ればいいか長く考えたのですが、最終的に、こちらの硬筆書法、ゼロから達人までを選びました。宿題のようだ？
何をおっしゃるのです。毎日1ページ練習すれば、貴殿も習字をする際の静けさを好むようになりますよ。以前は新年の喧騒が一番嫌いでしたが、今はこの人気のない中庭に座っていると、心中に複雑な気持ちが生まれるので、壁に詩を書きました。短足し嘆くくらいであれば、気ままに墨をかけましょう。どうです？壁面に音のない花火を打ち上げたように見えませんか？ドクター様。